あなたは聖職者というパークを知っていますか？説明文には、すべての呪文がアンデッドに対してさらに効果的になる、と書いてあります。しかしこの説明は具体性に欠けていて、実際に何をどうするのか正確に把握するのは困難です。しかも AE では似たような効果の装備やボーナスが複数追加されていて、さらにややこしいことになっています。そこでこの動画では、これらのアンデッドに有効な効果が具体的に何をするのか、どういう違いがあるのか、ついでに入手方法についても簡単に解説します。まずは聖職者です。聖職者は回復スキル70以上で取得可能なパークです。効果はアンデッドに対する魔法効果 1.25 倍、魔法持続時間 1.5 倍、自分にも有効です。魔法効果 1.25 倍とは、破壊魔法のダメージや回復魔法の回復量などの数値を 1.25 倍にする効果と、アンデッド退散や資料術など、レベル上限が存在する魔法の上限レベルを 1.25 倍に引き上げる効果の2つがあります。例えば死の獣との有効レベルは40なので、レベル48の吸血鬼ボルキハルは蘇生できませんが、聖職者を取得すればアンデッドに対してはレベル50まで有効になるので、蘇生できるようになります。魔法持続時間 1.5 倍は、そのまま魔法の持続時間を 1.5 倍にする効果です。基本的にはアンデッド退散や麻痺などの状態以上の効果時間を伸ばす効果なのですが、注目すべきは継続ダメージを与える魔法の持続時間も 1.5 倍になるということです。ほとんどの炎魔法には炎上の追加効果があるので、この効果時間も延長されて、ダメージが 1.8 から2倍程度に跳ね上がります。この持続時間延長効果のおかげで、聖職者取得後はアンデッドに対しては炎魔法が特に有効になります。そして聖職者の重要な性質として、自分に対しても有効というものがあります。プレイヤーが吸血鬼の場合、自分への魔法も聖職者により強化されます。これは、回復魔法やフレッシュ系魔法など、自分を対象とする魔法はもちろんのこと、ポーションや祠、一部の大立石、果ては防具の付属効果や一部のパークまで強化されます。吸血鬼になることで自分自身を聖職者の強化の対象とした状態のことを、聖職者吸血鬼と言います。最強キャラを作る上で必須のテクニックとして有名なので、知っている方も多いと思います。しかし、吸血鬼になると炎耐性の低下や、太陽光によるステータス低下、自動回復停止などのデメリットも存在します。現在では、吸血鬼を治療した後も聖職者の強化を自身に適用させる、聖職者アンデッドというテクニックも発見されているので、興味があれば聖職者アンデッドになる方法という動画を見てみてください。次は血虫の兜です。血虫の兜は AE で追加された装備で、召喚呪文の消費間近 25% 軽減と、アンデッドに対するダメージ 25% 増加の効果です。アンデッドに対するダメージ 25% 増加とは、具体的には、アンデッドに対する魔法効果 1.25 倍、武器ダメージ 1.25 倍、自分にも有効です。魔法効果 1.25 倍は聖職者と同じなので省略して、武器ダメージ 1.25 倍とはどういうことかというと、そのまま、アンデッドに対する武器によるダメージが 1.25 倍になる効果です。増加するのはあくまで武器によるダメージなので、スレやバッシュによるダメージは変化しません。聖職者と同じく自分にも有効なので、アンデッド状態で血虫の兜を装備していると、自分に対する付属効果などが 1.25 倍になります。血虫の兜は頭装備なので、別の頭装備をすると外れてしまいますが、血虫の兜と交換で装備した頭装備の付属も強化されるので、まず別の部位の装備をつけて、最後に頭装備を付け替えれば、すべての箇所の付属効果を強化できます。残念ながら NPC には効果がないので、従者に装備させても意味はありません。血虫の兜は、ウィンドヘルム南西、マーラの目の池近くの自宅候補、ゴーシュノまで発生するクエストの途中で手に入ります。戦闘のない謎解きメインのクエストなので、レベル1から簡単に入手可能です。最後はボーンウルフの復讐です。ボーンウルフの復讐は AE で追加されたペット、ボーンウルフを連れてる間だけ得られるボーナスで、アンデッドに対するダメージが 25% 上昇する効果です。具体的には、アンデッドに対する魔法効果 1.25 倍、魔法持続時間 1.5 倍、武器ダメージ 1.25 倍です。魔法効果 1.25 倍、魔法持続時間 1.5 倍は聖職者と同じです。武器ダメージ 1.25 倍は血虫の兜とほぼ同じですが、こちらは設定ミスにより片手メイスだけ強化されません。ボーンウルフの復讐は自分には効果がないので、純粋に敵のアンデッドに対して有利に戦える効果です。ボーンウルフは狼の女王の目覚めクリア後に配達人から送られてくる、ボルゲールベアクローからの手紙を読むと始まるクエスト、眠れる狼を起こすなをクリアするとペットとして連れ回せるようになります。狼の女王の目覚めの開始条件はレベル10以上なのですが、狼を呼びしものクリア後、ソリチュードから離れてレベルを上げるという条件もあるので、レベル9以下で狼を呼びしものをクリアし、ソリチュードから離れてレベルを10まで上げれば、レベル10でボーンウルフを手に入れられます。ボーンウルフの復讐は、ボーンウルフを連れてる間だけ得られるボーナスなので、別れると消えてしまいますが、ここで待てを選んでその場で待機させた場合は、ボーナスは残り続けます。待機状態でどれだけ日数が経過しても勝手に別れるということはないので、通路などで邪魔になると感じる場合は待機させておくのがいいでしょう。
まとめるとこのようになります。聖職者は武器ダメージ強化がなく、血虫の兜は魔法持続時間延長がなく、ボーンウルフの復讐は自分への効果がありません。これらの効果は乗算で重複するので、すべて揃えると、アンデッドへの魔法効果 1.95 倍、魔法持続時間 2.25 倍、武器ダメージ 1.56 倍、自分がアンデッドの場合、自分への魔法効果 1.56 倍、魔法持続時間 1.5 倍となります。例えば、ファイアボルトの素のダメージは炎上ダメージ込みで27ですが、これらの効果をすべて揃えると、114ダメージまで上がります。もちろん強力な魔法を使えばその分ダメージも上がるので、アンデッドに対しては炎魔法がかなり強力な攻撃手段になります。これは、アンデッドベインなどの炎上効果を持つ回復魔法にも当てはまります。また、死の獣との巣の上限レベルは40なのですが、これらの効果をすべて揃えた場合は78まで上がります。これは、吸血鬼系ボス最上位のナイトマスターヴァンパイアや、最大レベルの最高司祭ビルスールまで重度化可能なことを意味します。これらの魔法効果上昇、持続時間延長効果は不呪武器にも有効なので、魔法を使わないプレイでも取っておいて損はありません。自分への魔法効果が 1.56 倍になると、例えば編成パークの魔法耐性、外交の石碑を揃えるだけで、魔法耐性 85% を達成できます。もちろん武器ダメージ上昇や消費軽減などの不呪効果も 1.56 倍になるのでかなり強力です。見た目ではわかりにくいですが、マント魔法の効果範囲も広がるのでより広範囲を攻撃できるようになります。というわけでアンデッドに有効な効果をまとめてみました。似たような効果なのに微妙に違いがあるので、全ての効果を正確に把握していた方は少ないのではないでしょうか。私のチャンネルではこの他にもスカイリムについて役立つ情報を発信しているので、興味があれば他の動画も見てみてください。その際はぜひ、フォロー、チャンネル登録、いいね、高評価をお願いします。それでは、ご視聴ありがとうございました。